今回は、函館大沼プリンスホテルに泊まってみたので紹介します。まず、先に、チェックインまで時間が早いので、大沼公園周辺の観光スポットを巡っていきます。こちらは、状態牧場の近くにある展望台からの景色です。函館方面を一望することができます。それでは、これから大沼公園に向かっていきます。大沼公園へは、このように山道を走っていきます。ようやく、大沼公園付近まで来ました。駐車場までもう少しです。なお、こちらの駐車場は、コロナ災い以降は無料になっています。無事、駐車場に到着しました。それでは、これから昼食を取りに行きます。今回は、大沼公園駅前にある V1 というレストランで食べます。こちらのレストランは、団体客の受け入れも行っており、洋食をメインに取り扱っています。もともと、自転車などを展開していた会社を引き継ぎしたので、以前の会社の熊の置物も健在しています。こちらが、メニューです。洋食をメインに、北海道らしい料理がてんこ盛りです。今回は、こちらのメニューを食べていきます。それでは、いただきます。こちらは、カレーと麻婆豆腐を同時に味わうことができるプレートです。思ったより、双方の味がマッチして、旨味。
付け合わせのスープは、豚汁みたいな感じです。ザンギは、油淋鶏ソースにつけて食べます。油淋鶏ソースとマッチしてます。こちらは、チャーハンと豚肉のステーキが入っているプレートです。こちらは、予想通りマッチして、旨味。最後に、北海道のドリンク、ナラナを飲みます。ナラナは、爽快感があって旨味。それでは、食べ終えたので、これから駒ヶ岳を一望できるスポットを巡っていきます。まずは、大沼国定公園の中心部まで歩いて向かいます。まずは、大沼国定公園の中心部まで歩いて向かいます。このような、レンタサイクルもあります。こちらが、大沼国定公園の敷地です。それでは、最初の駒ヶ岳を一望できるスポットに到着しました。なお、すでに夏季になっているので、ボートで遊ぶ方もいました。それでは、次のスポットに向かいます。橋を越えていくので、停泊しているボートや遊覧船の姿も見えます。まもなく、駒ヶ岳を一望できるスポットに到着します。こちらからだと、最も綺麗に駒ヶ岳を一望できるようになっています。こちらでも、ボートの姿を確認できました。次は、石碑と共に撮影できるスポットに向かいます。こちらは、2007年に誕生した名曲、千の風になっての石碑と共に駒ヶ岳を一望することができます。次は、ちょっとマイナーな穴場の一望できるスポットに向かいます。先ほどの石碑より、東に向かうとこのように一風変わった駒ヶ岳を一望できます。運が良かったので、遊覧船に遭遇できました。これで、大沼国定公園内の駒ヶ岳を一望できるスポットは巡りましたが、最後に釣り堀を見てから次のスポットに向かいます。こちらが、大沼国定公園内にある釣り堀です。この日は、釣りをしている方がいなかったですが、釣りをすることができます。その後、大沼流山牧場に到着しました。
奥に進むと、ようやく彫刻たちが並ぶ公園に到着しました。このように、様々な彫刻を鑑賞できるようになっています。そして、次はまだチェックインまでもう少し時間があるので、東大沼キャンプ場の様子を見ていきます。東大沼キャンプ場は、以前、デイキャンプで行ったことありますが、またシーズンになったので、すべて利用できるようになっていました。湖畔からの絶景も健在です。まだ、チェックインまで時間があるので、白鳥台セバットから駒ヶ岳の景色と通過する特急を紹介します。こちらからの駒ヶ岳の景色も美しいですね。特急列車がこのように頻繁に運行されていますが、札幌に新幹線が延伸するまで時間が延びたので、なんとか特急列車も新しくした方が観光客も増えそうだなと感じます。それでは、ホテルにチェックインする前に、近隣にあるホテル関連のゴルフ場を紹介します。こちらのゴルフ場は、広大なコースと、ジップラインのようなアクティビティがあります。それでは、ようやくホテルにチェックインしたいと思います。フロントは、1階にあります。無事、チェックイン完了したので、これから3階にあるお部屋に向かいます。それでは、ルームツアー開始します。今回のお部屋は、このように広めになっています。
設備は、基本的なものは全て揃っています。テレビは、このような感じで地デジしか入らないみたいです。それでは、これから館内や周辺を巡っていきます。まず、朝食会場はお部屋があった3階のエレベーター付近にあります。それでは、次は1階を見ていきましょう。1階に、コンビニエンスショップという食品やお土産などを販売している売店があります。様々なものが取り扱っているのが最高ですね。隣に、夕食会場になるレストランがあります。向かい側には、休憩スペースとともに、函館観光の写真などが展示されています。その他、1階には、レディースファッションを取り扱っているブティックもあります。セグウェイツアーの集合場所もあります。結構、人気のあるツアーみたいです。周辺にいる動物の紹介もあります。その他、レンタサイクルも有料で展開しています。ちなみに、こちらに朝市が朝になるとオープンするようです。なんと、驚きなのがコインランドリーが屋外にあるのです。まさに、郊外型って感じですね。それでは、地下に行く前に周辺にある施設を紹介します。こちらのパン屋は、朝8時から営業しており、美味しいホテル特製のパンを買うことができます。郊外らしく、ハンモックもあります。森の散歩道へは、少し歩いた先から行くことができます。こちらからも、駒ヶ岳を一望することができます。森の散歩道を奥に進むと、休憩所があります。休憩所からは、幻想的な光景を堪能することができます。
そして、ホテルに戻ったので、これから地下を紹介します。地下は、大浴場とラウンジがあります。なお、ラウンジは現在は使用されていないみたいです。大浴場は男女別になっていますが、ご利用の際はカードキーが必要なので、忘れないようにしましょう。それでは、夕食の時間になったので、これから夕食を紹介します。夕食は、このようにコース料理となっていました。なお、季節によってはビュッフェもあるみたいです。
それでは、これから寝ます。おやすみなさい。おはようございます。先に、森の散歩道からの朝の景色をお届けするために向かっています。
朝だと、このような雰囲気になっていました。それでは、朝食のお時間になったので、これから朝食ビュッフェを食べます。朝食ビュッフェは、このように様々なものを好きなだけ食べることができます。
その後、無事にチェックアウトしました。なお、お土産やパンはこのようなものがありました。どれも美味しかったです。その後、無事にチェックアウトしました。なお、お土産やパンはこのようなものがありました。皆さんも、泊まってみてはいかがでしょうか。